今日紹介するアイテムはハズブロのトランスフォーマーズ WoW4 サイバトロントリロジーキングダムからマキシマルズオプティマスプライマルです。早速箱を見ていきましょう。裏面には22ステップと書かれています。結構簡単な変形ですね。価格帯はボイジャークラス。サイズ感はボイジャーの中では小さめの本体となっております。ここにボイジャークラスと書いてますね。ボイジャークラス。蓋を開けると恐竜の皮がありますね。これはディノニクスかな。ベロキラプトル、いやダイノボットかもしれないな。中は厚紙でできた台紙が入ってますね。今までのプラスチックのインナーはやめたようですね。エコ推進がどんどん進んでいるようですね。開けてみます。でここにはカードが挟まってました。中にはチョーキングハザードのペラ紙、各国語で書かれていますが日本語はありません。ないですね。そしてインストラクションマニュアル、文字がないタイプです。偏見の工程が書かれています。そしてゴールデンディスクカードが入ってます。キラキラしてますね。めくると状態が変化した絵が見られます。山に突っ込んだ宇宙船、サイバトロン文字で1984年。そう、これは初代トランスフォーマーの舞台サイバトロン基地ですね。乱歩だね。またカードですか。豚くんもカードはもういいよ。それでは本体を見ていきましょう。まずはビーストモードから。なかなか精悍な形。背中についているのはサイバーブレード。マットなシルバー塗装ですね。サイバーブレードは2装剣となっています。背中にもう一つついてますね。外して見てみましょう。こんな感じです。いいですね。体を真横から見てみます。ちょっと変形が下手くそですね。でもリアルなゴリラのボディラインがわかります。頭は結構動きますね。造形はビーストウォーズの造形とは違い、リアル寄りですね。毛並みがしっかりモールディングされています。背中のところにロボットモードのパーツが少し見えていますね。これはプラズマキャノンの軸です。あとお尻の部分も、ロボットの膝部分が見えてしまっています。変形をうまくやればもう少し隠れます。ゴリラを立たせてみましょう。付け根の関節、ロボット時の膝に当たる部分は二重関節になっています。これで試験的な負け方をすると胴体に対して足を伸ばせます。S 字という形ですね。膝を S 字にします。結構硬いです、ここの関節。ぐりぐりと関節を S 字にするとですね、ちょっと関節とか手の向きを調整します。ゴリラさんが立ちましたね。せっかくなんでこのままロボットモードに変形させてみましょう。コンボイ変身っていう感じですかね。まずは、胴体を前後に空割りします。これが結構硬い。背中側が開くので頭が対になったパーツを引き出し、ゴリラの頭をぐるっとさせて収納します。ここを
回しました。で収納する。で回転させてオプティマスの顔に反転させると。そして押し込んで元に戻すんですが、ここ胸のパーツを回転させます。そして胴体、背中の部分をはめ込みます。このアイテムは関節やジョイントがかなり硬くて、豚くんも苦戦しているようです。それでは次は肩の変形になります。といっても二の腕に当たる部分のカバーを上に上げるだけです。カチッと気持ちいいですね。最後は足の変形ですが、まずは腰を回します。そうですね。お尻の部分のカバーは上げないとダメでしたね。展開して回転させて背中に固定します。腰を回します。腰を回したら膝を S 字の状態からまっすぐに伸ばして膝のジョイントに合わせます。このジョイント、関節の渋みが強すぎてあまり意味がありません。負けちゃうんですよね。二重関節になってるんですけれども、本来膝として動く関節とジョイントの部分につながっている、変形用の関節っていうところが、こんな風になってるんですけれども、ジョイントの部分の方が負けて、変形用の関節が動いちゃうっていう感じですね。なかなかちょっとポーズ決めるのが大変です。そして最後に、足首の変形をしますと。足首ですね、こちらの方は伸ばすとカチッという形ではまります。こういう形ですね。シリンダーみたいなパーツが連動してかっこいいです。そしてポーズを、整えてという形なんですけれども、なんかごちゃごちゃいじってますが、硬いですね、関節ですね。で、ここの部分、足の付け根の白い部分、気をつけないとこのように塗装が剥げます。股間と擦れてしまうのですね。気をつけポイントですよ。これはもう手遅れですね。そしてポーズを整えて、OKできましたね。そしたらサイバーブレードでも装着してみましょうか。一つは右手に。で、もう一つサイバーブレードがありますので、背中にマウントしてみましょう。本来両手で持った方がかっこいいのかな。こんな感じですね。頭のアップです。なかなか精巧な造形ですね。目の部分が塗装で締まっている感じです。このオプティマスプライマル、ロボットもゴリラも顔がいいですね。このオプティマスには、他にも武器があります。先ほど変形で展開した背中の部分に収納されています。一回カバーを開いて、プラズマキャノンを展開させるんですが、ここも手間取ってますね、豚君が。いろいろ手間取ってやっと引き出せるんですが、ちょっと、頭の変形のところをいじったりしないと展開しづらくなってますね。はい、プラズマキャノンが展開されました。ビストウォーズの劇場と比べるとちょっと小さめなのかもしれませんね。そしてもう一つギミックがあります。腕のところに切り欠きがこれ見えるの分かりますかね。これをブレードの柄で押してやるとブラスターが出てきます。メガブラスターという名前の武器だそうですね。逆側も同じように押し込んであげると出てきますね。両腕にこのメガブラスターを展開させた状態で、プラズマキャノンと合わせて
全装備状態ですかね。なかなかポーズを決めるとかっこいいですね。とてもポーズが様になります。いいですね。コンボイ変身。ここからは戻し変形をしつつ、このアイテムについて話してみたいと思います。このアイテムは1997年に放映されたビーストウォーズ超生命体トランスフォーマーに登場するオプティマスプライマルをウォー・フォー・サイバトロンシリーズとしてリメイクしたものとなります。日本人はコンボイ総司令官、ゴリラコンボイといった方が馴染みが深いですね。このアイテムはウォー・フォー・サイバトロン、トリロジーでの商品化のため、原作をリスペクトしつつもビークルやビーストモードはアレンジが効いています。なのでビーストウォーズ本編のビーストモードとはちょっと趣が違う感じですね。結構リアルなゴリラといった感じです。ウォー・フォー・サイバトロン、WFC トリロジーの鳥となるキングダムはビーストウォーズのキャラクターが多数登場します。すでに発表されている画像等でも分かりますが、他のキャラクターも同じようなデザインラインになってますね。これからも魅力的なアイテムがたくさん出てきそうです。このコンボイはいつもの WFC シリーズの品質で素晴らしいアイテムです。ゴリラコンボイが好きな人はぜひ手に取ってほしいですね。で、最後に、このアイテムの残念ポイントを一つだけ挙げてみましょう。このアイテムですね、CG、アースライズといったウォー・フォー・サイバトロントリロジーの中の、品質っていうところで、関節が、渋くてしっかりしているという長所が、全体としてあるんですけれども、そのせいで膝のジョイントがですね、このアイテムの場合は機能してなかったっていうところですね。これが残念でしたね。逆に言うとそれぐらいしかダメ出しできなかったっていうところになります。すごくいいアイテムっていうところなので、ぜひおすすめです。これは開封時の映像ですが、ゴールデンディスクダブりましたね。ゴールデンディスクもう1個来たんですね、同じやつが。同シリーズのワーパスにこれが入ってました。いやー、テレトロン1また来たらきついな。もう1個買ってるんですけど、3つ目来たらちょっと嫌ですね。なんか別の来てくれねえかな。きついわ。